あの新人マジで営業妨害。契約取れないくせに給料泥棒。ああいう無能はさっさとクビにすべきだろう。金曜の夜、居酒屋で営業マンが大声で嘲笑していた。佐藤卓、32歳。隣席の老人が、品がないと注意すると、なんだよじじい、老害と暴言を吐いた。しかし翌日、その老人が島本工業の会長、業界の重鎮と判明。3000万円の契約白紙撤回。佐藤は退職へ。一体、何が起こったのか。時は前夜、居酒屋の喧騒まで遡る。金曜日、午後7時30分。駅前の居酒屋、鳥前。秋の冷たい風を遮るように、暖かい光を放っていた。店内はサラリーマンたちで賑わっている。焼き鳥の煙、笑い声、週末を迎えた安堵感。奥の一角、4人掛けのテーブル。営業部の佐藤卓が、同僚3人と酒を酌み交わしていた。32歳、営業10年目。今期の実績は悪くない。それが彼の自信を支えていた。濃紺のスーツ、少し緩めたネクタイ。髪は短く刈り込まれ、清潔感がある。顔つきは精悍だが、その目には傲慢さが宿っていた。ハイボールを煽り、焼き鳥を頬張る。その動作は粗雑で、周囲への配慮がない。声は次第に大きくなっていく。いやマジでさ、今日の同行も地獄だったんだけど。グラスを机に置き、焼き鳥のタレを指で拭う。同僚たちが笑いながら相槌を打つ。どうしたんすか佐藤さん。契約の説明。3回やってもメモばっか取っててさ。あの新人、入って半年だぜ。契約ゼロ。マジでお荷物なんだけど。その声は、店内に響いていた。周囲への配慮は、全くない。カウンター席では、一人の年配男性が静かに酒を飲んでいた。70代前半と思われるその男性。上質だが控えめなグレーのスーツ。白髪、背筋の伸びた姿勢。焼き鳥を丁寧に、一本一本味わうように食べている。日本酒をゆっくりと傾ける。その所作には無駄がなく、品格が漂っていた。店主が、いつもありがとうございますと深く頭を下げる。男性は小さく微笑み、静かにうなずいた。今日も美味しいですよ。穏やかな声。その目には、深い憂いがあった。佐藤のテーブルから聞こえてくる声。新人を嘲笑する声。男性は、静かにその声を聞いていた。表情は変わらない。けれど、その目には深い悲しみが宿っていた。グラスを置く。小さな音。しかし、その動作には確かな重みがあった。佐藤たちは、気づいていなかった。自分たちの視界には、グラスと焼き鳥、そして同僚の顔しかなかった。隣に座る、この男性の正体を、この男性が、どれほどの人物なのかを、そして、この夜の言葉が、明日すべてを変えることを、佐藤は、まだ知らなかった。佐藤の暴言は、さらにエスカレートしていった。ハイボールを一気に飲み干し、店員に手を挙げる。すいません、おかわり。そしてテーブルに向き直り、声を大きくした。あの新人マジで営業妨害なんだよね。グラスを机に置き、顔を上げる。契約取れないくせに給料泥棒。俺の実績に傷つくんだけど、マジで勘弁してほしい。同僚の一人が、少し気まずそうに言った。でも新人だし、まだ半年でしょう佐藤は鼻で笑った。半年もいて契約ゼロとかありえなくない？俺なんか3ヶ月目で契約取ってたし。佐藤さんは優秀だから。もう一人の同僚がよいしょする。佐藤は満足げにうなずいた。まあな。プロだし。そして、決定的な言葉を放った。ああいう使えない女はさっさとクビにすべきだろう。その言葉が店内に響いた瞬間、少し離れた席で2人の女性が体をこわばらせた。一人は会社の先輩、30代半ばの女性。そしてもう一人は小林あゆみ、25歳。佐藤が嘲笑している、その本人だった。あゆみは顔を伏せ、震える手で箸を持った。佐藤の声が、痛いほど耳に刺さる。一言一言が、心臓に突き刺さってくる。先輩が小声で囁いた。気にしないで。あなたは頑張ってるわ。しかしあゆみは何も言えなかった。ただ唇を噛みしめるだけ。心の中で、小さくつぶやく。私、頑張ってる、つもりなのに。彼女の頭に、
昨夜の光景がよみがえる。深夜のオフィス。誰もいないフロアで、一人営業マニュアルを読み込む自分。蛍光灯の白い光だけが、静かに彼女を照らしていた。びっしりとメモを取ったノート。ページの端には、手書きのメモ。お客様に喜んでいただけるように。笑顔を忘れない。相手の立場に立って考える。何度も何度も練習したロールプレイング。鏡の前で、笑顔の練習。でも、結果が出ない。契約が取れない。自分の無力さに、涙が出そうになる。歩みは箸を置き、水を一口飲んだ。喉が渇いていた。いや、心が渇いていた。カウンター席の年配男性は、歩みの席の様子にも気づいていた。わずかに視線を向け、彼女のうつむいた背中を見た。そしてまた静かに酒を傾けた。その目には、深い憂と何か決意のようなものが宿っていた。その時、年配男性が静かに声をかけた。失礼ですが、声は低く、穏やかだった。しかし、その静けさには確かな重みがあった。佐藤が振り向く。あ、年配男性が佐藤を見た。その目は穏やかだが、どこか悲しげだった。その言い方は、品がないと思いますよ。一瞬、テーブルの空気が止まった。同僚たちが視線を交わす。気まずい沈黙。しかし佐藤は、酔った勢いのまま吐き捨てるように言った。なんだよ、じじい。人の話に首突っ込んでくんなって。聞きたくて話してんじゃねえし。年配男性は表情を変えない。ただ静かに、杯を置いた。聞かれたくないのであれば、もう少し声を抑えるべきでは。その言葉に、佐藤の顔が赤くなった。カチンときた。完全に火がついた。説教っすか？老いぼれじじいが。同僚たちが気まずそうに視線をそらす。一人が小声で、佐藤さん、その辺で、と制止しようとしたが、佐藤は止まらなかった。お前こそ老害だろ。年寄りの説教なんか誰も聞きたくねえんだよ。年配男性は、何も言わなかった。ただ静かに、杯を置く。そしてゆっくりと感情を済ませ始めた。佐藤はさらに言葉を重ねた。仕事でも邪魔なんだよ、じじい。黙って消えろ。その言葉に、店内の何人かが顔を上げた。さすがに言い過ぎだ、という空気が流れる。年配男性は立ち上がり、店主に一礼した。店主が慌てて駆け寄り、深々と頭を下げる。申し訳ございませんでした、会長。その言葉は小さく、佐藤には聞こえなかった。年配男性は手を軽く上げた。いえ、お気になさらず、いつも美味しいお酒をありがとう。その背筋の伸びた立ち姿、ドアを出る際の振る舞いの品格、コートを羽織る動作の一つ一つに、無駄がない。長年、人の上に立ってきた者だけが持つ、静かな威厳があった。同僚の一人が小声でつぶやいた。あのおじいさん、なんか雰囲気違ったよね。ていうか、店主が会長って言ってなかった？もう一人が不安そうにいる。佐藤は鼻で笑った。気にすんな。ただのじじいだろ。どっかの町工場の会長とかじゃねえ？そうっすかね。同僚たちの表情には、まだ不安が残っていた。しかし佐藤は気にせず、新しく運ばれてきたハイボールを一気に飲み干した。歩みは、年配男性が立ち去る姿を見つめていた。その後ろ姿に、何か深い悲しみを感じた。先輩が小声でつぶやく。あの方、どこかで見たような。しかし思い出せなかった。歩みは不安そうにうつむいた。何か、悪いことが起こりそうな予感がした。胸の奥が、ざわざわと騒いでいた。年配男性が立ち去った後、佐藤は勝ち誇ったように笑った。あのじじい、マジでウケた。緊張が解けたように、同僚たちも笑い出す。でも佐藤さん、ちょっと言い過ぎじゃないですか。大丈夫大丈夫。ただのじじいだって。佐藤はグラスを掲げた。それより、明日だよ明日。明日。島本工業との最終契約締結だぜ。同僚たちの目が輝いた。あの3000万の案件。そうそう。これ決まれば今季 MVP 確定。佐藤は誇らしげに胸を張った。ボーナスも期待できる。マジで楽しみ。すごいっすね。佐藤さん。さすがっす。称賛の声に、佐藤の気分はさらに高揚した。よし、二次会行くぞ。マジっすか。付き合えよ。明日は俺の栄光の日なんだから。
一行はカラオケへと流れた。狭い店内、カラオケの音が響く。佐藤はマイクを握り、熱唱していた。歌い終わると、スマホを取り出した。高級時計のサイトを開く。これ買おうかな。画面には、50万円を超える時計が映っている。銀色に輝く、スイス製の高級品。かっこいいっすね。だろう？契約決まったら、これ買うわ。佐藤は画面をスクロールしながら、すでに購入した気分になっていた。10年やってきた甲斐があったわ。自信満々の表情。キャリアの上昇気流を感じていた。すべてが順調だった。明日の契約が決まれば、さらに上へ行ける。課長代理、そして課長。将来は部長だって夢じゃない。そう信じて疑わなかった。夜は更けていき、佐藤の笑い声は止まらなかった。その頃、あゆみは先輩と別れた後、一人で深夜の駅を歩いていた。寒い風が頬をなでる。秋の夜は、もう冬の気配を帯びていた。改札を抜け、プラットホームのベンチに座った。終電までまだ時間がある。手帳を開き、今日の反省点をメモする。A 社訪問。説明が長すぎた。要点を3つに絞るべきだった。B 社訪問。質問への回答が曖昧。もっと製品知識を深める。笑顔が硬かった。鏡で練習すること。ペンを走らせながら、涙が一粒、手帳に落ちた。慌てて拭う。泣いちゃダメ。自分に言い聞かせる。明日こそ、お客様に喜んでもらえるように。小さく決意を固め、電車を待った。ホームに電車が滑り込んでくる。扉が開き、あゆみは車内に乗り込んだ。窓に映る自分の顔を見つめる。疲れた顔。でも、まだ諦めていない目。頑張ろう。小さくつぶやいて、目を閉じた。土曜日、午前8時30分。佐藤の目覚まし時計が鳴り響く。ピピピピピピ。重い頭を抱えながら、ベッドを出た。うわ、飲みすぎた。口の中が乾いている。頭がガンガンする。鏡を見ると、目が充血していた。最悪。シャワーを浴びながら、昨夜の記憶が断片的によみがえる。居酒屋での新人の悪口。あのじじいとの口論。二次会でのカラオケ。あのじじい、ムカついたな。でもすぐに忘れた。まあいいか。ただのじじいだし。シャワーを出て、タオルで体を拭く。スーツを着て、ネクタイを締める。鏡の前で髪を整えながら、今日のことを考えた。今日は契約締結だしな。気合い入れるか。玄関を出て、コンビニへ向かう。ホットコーヒーの L で、レジで支払いを済ませ、コーヒーを一口飲む。熱いコーヒーが喉を通り、少しだけ頭がすっきりした。オフィスへの道を歩く。土曜の朝、街は静かだった。ビルに入り、エレベーターに乗る。7階、扉が開き、オフィスのフロアへ。おはようございます。何人かの社員がすでに出社していた。いつもの朝、いつもの風景。何も変わっていないように見えた。しかし、課長の表情が少し硬かった。電話口で誰かと話している。はい、はい、承知しました。申し訳ございません。声のトーンが低い。普段の課長とは違う。受話器を置く課長の額に汗が光っていた。佐藤は気づかず、自席で PC を立ち上げた。メールをチェックする。いつも通りの業務連絡。新人が声をかけてくる。おはようございます。佐藤さん。おう。島本工業から返事来てないですね。新人が画面を指さす。佐藤は軽く答えた。まあ、週末だしな。月曜には来るだろう。そうですか。新人は不安そうな顔をしていた。しかし佐藤は気にせず、コーヒーを飲んだ。大丈夫だって。あの案件は決まったようなもんだから。その時、社長室の扉が開く音がした。バタン。いつもより大きな音。フロア全体に響いた。何人かが顔を上げる。嫌な空気が流れた。そして、課長の声が廊下に響いた。佐藤くん。課長の声が廊下に響いた。いつもと違う、硬い声だった。張り詰めた空気をはらんでいた。佐藤が振り向く。課長が廊下に立っている。その表情は、明らかに普段と違っていた。社長室まで来てくれ。佐藤は椅子から立ち上がった。俺っすか。いつもの軽いノリで返す。何かやらかしました？
笑顔を作ってみせたが、課長は冗談を挟まなかった。むしろ眉間にシワを寄せている。とにかく来てくれ。今すぐだ。その動きに、佐藤の笑顔が消えた。わかりました。周囲の社員たちの視線が、佐藤に集まる。何かあったのか。そんな視線。佐藤は立ち上がり、課長について社長室へ向かった。廊下を歩きながら、嫌な予感が胸をよぎる。足音だけが響く。カツ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 。マジでなんだろう。心臓の鼓動が速くなる。手のひらに汗がにじむ。ネクタイを直す。深呼吸をする。社長室の扉の前に立つ。重厚な木製のドア。いつもは入ることのない場所。課長がノックする。コンコン。どうぞ。中から社長の声。いつもより低い声だった。ドアが開く。失礼します。佐藤は緊張して部屋に入った。社長室。広い部屋。大きな窓から朝の光が差し込んでいる。しかしその光は、今日は冷たく感じられた。社長と専務がすでに席についていた。二人とも、険しい表情だった。笑顔のかけらもない。机の上には、一通の封筒が置かれている。白い封筒。そこに印刷されたロゴが目に入った。島本工業。佐藤の鼓動が激しくなる。ドクンドクンと、耳に響く。社長が短く言った。座れ。命令口調だった。普段の穏やかな社長とは別人のようだった。佐藤は緊張して椅子に座った。背もたれに背中をつけられない。浅く腰掛ける。社長が封筒を手に取り、佐藤の前に滑らせた。机の上を、封筒がゆっくりと滑ってくる。読め。佐藤は震える手で封筒を取った。封が開いている。中から書類を取り出す。正式な書面。会社のレターヘッド。文字を追う。契約白紙撤回通知書。その文字が目に飛び込んできた。記者との設備導入契約につきまして、契約を白紙撤回いたします。理由、記者員の著しい品位欠如により、信頼関係が維持できないと判断したため、文字が頭に入ってこない。何度も同じくだりを読む。手が震える。髪がカサカサと音を立てる。ちょっと、これ。声が震えている。専務が冷たく言った。読めたか。佐藤は顔を上げることができなかった。社長が立ち上がった。椅子が後ろに押される音。ゆっくりと机に両手をついた。その姿は、怒りを必死に抑えているようだった。お前、昨日の夜、どこで飲んでた？声が低い。静かだが、その奥に激しい怒りが潜んでいる。佐藤は混乱しながら答えた。駅前の鳥膳っていう居酒屋ですけど、隣の席に座ってた男、覚えてるか？佐藤は記憶をたどった。昨夜の光景がよみがえる。焼き鳥、ハイボール、同僚たちの笑い声。そして、なんか説教してきたじじい。その瞬間、社長の表情が変わった。目を閉じ、深く息を吐いた。まるで、最悪の予想が的中したという表情。そして、目を開けた。そのじじいが、島本工業の会長だ。佐藤は固まった。時間が止まったように感じた。血の気が、さーっと引いていく。顔から、首から、全身から。まさか、声にならない声。専務が机を叩いた。バン。島本達。創業者であり、現会長だ。社長が続ける。声は震えていた。怒りなのか、絶望なのか。そして業界全体を統括する日本設備開発連盟の顧問でもある。佐藤の頭が真っ白になった。耳鳴りがする。キーンという高い音。いや、でも、あの人、普通の、言葉が出てこない。社長が机に手をついたまま、佐藤を睨んだ。普通のじじいだと思ったのか。声に怒りがにじんだ。お前は注意を受けた際、なんだこのじじい。関係ねえだろと発言したそうだな。老害とも言った。仕事でも邪魔とも言った。一つ一つの言葉が、佐藤の胸に突き刺さる。目撃証言もある。複数だ。佐藤は何も言えなかった。否定できない。確かに言った。酔っていたとはいえ、確かに言った。専務が立ち上がった。島本会長は、我々との契約をすべて白紙に戻すと通告してきた。しかも、言葉を区切る。今後一切の取引はなし。
その言葉の重みが、ゆっくりと佐藤の心に沈んでいく。社長が机を拳で叩いた。ドン。わかるか、今契約を切られるってことがどういう意味か。声を荒げた。普段は穏やかな社長が、初めて怒鳴った。今期の業績がほぼ吹っ飛ぶんだぞ。再建のめども立たん。取引先からの信用も失う。一言一言が、重い。お前の言葉一つで、社長は佐藤を指さした。会社の信用が地に落ちたんだ。その言葉が、重く、冷たく、佐藤を貫いた。佐藤の足が震え始めた。椅子に座っているのに、立っていられないような感覚。呼吸が浅くなる。冷や汗が背中を伝う。佐藤は震える声で言った。すみません。俺、そんな。言葉が続かない。何を言っても言い訳にしかならない。弁解の余地がない。社長が静かに、しかし断定的に言った。そんなじゃない。一言一言、区切るように。お前は確かに言ったんだ。佐藤はうつむいた。顔を上げられない。社長の目を見られない。沈黙が部屋を支配した。重く、冷たい沈黙。時計の秒針の音だけが、カチカチと響く。その時、社長室のドアがノックされた。コンコン。秘書が顔を出す。失礼します。その声も、いつもより緊張している。社長、島本会長がただいまお越しになりました。社長の顔が、さらにこわばった。専務も姿勢を正す。佐藤は顔を上げた。まさか、本人が来るとは。社長が鋭い声で命じた。佐藤、すぐに玄関へお出迎えだ。あ、はい。佐藤は青ざめたまま立ち上がった。足がもつれそうになる。椅子に手をつき、なんとか体を支える。社長と専務が先に部屋を出る。佐藤も、震える足で後を追った。廊下を急ぐ。三人の足音が響く。カツ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 。速い足音。エレベーターホールへ。ボタンを押す。エレベーターが上がってくる音。ピンポン。扉が開く。三人は無言でエレベーターに乗り込んだ。一階のボタンが押される。扉が閉まる。降下していく。エレベーターの中、誰も何も言わなかった。ただ降下する音だけが響く。ウィーン。佐藤の呼吸が荒い。はぁ、はぁと。社長が一度だけ、横目で佐藤を見た。その目には、怒りと失望があった。そして、諦めも。専務は前を見たまま、動かない。石像のように固まっている。エレベーターが1階に着く。ピンポン。扉が開く。エントランスロビー。広い空間。大理石の床。朝の光が、ガラス張りの壁から差し込んでいる。その光の中に、黒い影が見えた。ビルの前に止まっている。黒塗りの高級車。メルセデス・ベンツの S クラス。運転手が立っている。3人はロビーを横切り、玄関へ向かった。自動ドアが開く。外の空気が流れ込んでくる。秋の、少し冷たい空気。運転手が後部座席のドアを開けた。ゆっくりと、姿を現したのは、昨夜のじじいだった。島本達会長。70代前半。品格がにじむ、控えめだが仕立ての良いスーツ。ネイビーのスーツに、白いシャツ。派手ではないが、確かな品質。白髪が朝日に照らされている。背筋の伸びた佇まい。無駄のない動き。一歩一歩、ゆっくりと車から降りてくる。その姿には、長年陣の上に立ってきた者だけが持つ、静かな威厳があった。社長と専務が、深く頭を下げた。90度。腰を折る。この度は誠に申し訳ございませんでした。声が震えている。佐藤も、慌てて頭を下げた。膝をつきそうになる。申し訳ありませんでした。声が震えている。喉が渇いて、かすれた声。島本会長は、静かに佐藤を一別した。その目は、怒りではなかった。叱責でもなかった。深い失望。そして、悲しみ。人を見る目。長年、多くの人を見てきた者の目。言葉よりも重い沈黙。佐藤は、顔を上げられなかった。会長の目を見ることができない。周囲の音が消えていく。車の音も、風の音も、すべてが遠くなっていく。佐藤だけが取り残されたような感覚。世界から切り離されたような孤独。呼吸音だけが、やけに大きく聞こえる。はぁ、
はぁという自分の息。心臓の音が耳に響く。ドクン、ドクン、ドクン。これは夢だ。心の中でつぶやく。夢であってくれ。しかし、現実は冷たく、重かった。会長は何も言わず、ゆっくりとビル内へ歩き出した。一歩、また一歩。革靴が大理石の床を踏む音。コツ、コツ、コツ。社長と専務が後に続く。佐藤も、震える足で後を追った。足が重い。鉛のように重い。エレベーターホールへ戻る。ボタンが押される。エレベーターが降りてくる。ピンポン。扉が開く。4人はエレベーターに乗り込んだ。7階のボタンが押される。扉が閉まる。上昇していく。エレベーターの中。沈黙だけが支配していた。重く、冷たい沈黙。誰も何も言わない。ただ上昇する音だけ。ウィーン。佐藤は壁を見つめていた。鏡に映る自分の姿。青ざめた顔。汗が額を伝う。これが自分なのか。昨夜、あんなに傲慢だった自分。今はただ震えているだけ。エレベーターが7階に着く。ピンポン。扉が開く。会議室に通された。長いテーブル。革張りの椅子。窓からは街が見渡せる。島本会長が上座に座った。ゆっくりと椅子を引き、座る。その動作の一つ一つに品格があった。社長と専務は立ったまま。佐藤も立っている。座る資格などないという空気。会長が静かに口を開いた。社員が外で語る言葉こそ、その会社の内側を映します。穏やかだが、重みのある声だった。一言一言が明確に発音される。私が問題視したのは、会長は佐藤を見た。彼の言葉そのものではありません。佐藤は息を飲んだ。その言葉を何の違和感もなく口にしていた。間を置く。その感性です。その言葉が胸に突き刺さった。会長は胸ポケットから名刺入れを取り出した。上質な革製。使い込まれているが、丁寧に手入れされている。一枚の名刺を取り出し、テーブルに置いた。島本工業株式会社。創業者会長、島本達。そして、その下に小さく印刷された文字。一般社団法人、日本設備開発連盟、顧問。佐藤の血の気が、さらに引いた。手が震える。社長が、説明を加えた。佐藤への教育も兼ねて、日本設備開発連盟は、業界の主要企業が加盟し、実質的な認証の口利きを担う組織です。声が震えている。業界内での評価、取引の可否、そのすべてに影響力を持つ。いわば、この業界のようです。専務が続ける。会長の推薦があれば、取引は円滑に進む。逆に、会長が首を縦に振らなければ、言葉を濁す。しかし、その意味は明確だった。業界内で生きていけない。それがどれほどの影響力か。佐藤は今、理解した。遅すぎた理解。会長が、再び口を開いた。私の一存で何かが変わるとは思っていません。謙虚な言葉。しかし、その裏にある重み。ただ私は、見たということです。一言一言、区切るように、記者の価値観を、記者の社員を、そして、間を置く、記者の未来を、その言葉が空気を切り裂いた。社長はぐっと唇を噛んだ。何も言えない。専務はうつむいた。佐藤は立っているのがやっとだった。膝が笑っている。ガクガクと震える。会長は窓の外を見た。街を見下ろす。企業は人で成り立っています。穏やかな声。どんなに立派な理念を掲げても、どんなに優れた製品を作っても、人の心が腐っていれば、振り向く。佐藤を見る。いつか、必ず崩れます。その目には、深い悲しみがあった。社長が、再度深く頭を下げた。どうか、もう一度だけ機会をいただけないでしょうか。声が震えている。懇願するような声。社員の教育を徹底いたします。二度とこのようなことは。会長は、静かに首を横に振った。ゆっくりと。拒絶ではなく、悲しみを込めて、契約を失うことは、痛みです。立ち上がる。椅子が後ろに押される。
しかし、窓の外を見つめながら、信頼を失うことは再起不能にもなります。その言葉の重みが部屋を満たした。社長は言葉を失った。専務もうつむいたまま動けない。会長が続けた。今回の件は単なる個人の失言では済まされません。振り向く。社長を見る。新人を侮辱し、年配者を蔑み、それを公然と笑い話にする。そういう文化が根付いている証拠です。社長の顔が歪んだ。私は、会長は、静かに言った。その文化と共に仕事をすることはできません。決定的な宣告。静かだが、覆すことのできない宣告。会長は、ドアへ向かって歩き出した。コツ、コツ、コツ。革靴が床を踏む音。ドアノブに手をかける。その時、社長が佐藤に言った。佐藤、低い声。お前はもう、言葉を絞り出すように。もうお前には任せられん。佐藤は、膝から崩れ落ちそうになった。専務が続ける。退職願を出しなさい。冷たい声。今日中にだ。佐藤は、声を振り絞った。待ってください。俺。しかし、何を言っても無駄だった。誰も聞いていない。会長が、ドアを開ける前に振り返った。一つだけ。社長を見る。お聞きしてもよろしいですか。社長が答える。はい。何でも。会長の目に、わずかに光が宿った。新人の小林あゆみさんという方は、その名前に、社長は驚いた。専務も顔を上げる。佐藤も、ハッとした。彼女は、今日出社していますか。社長は、少し戸惑いながら答えた。はい、小林は今日も出社しております。そうですか。会長は、小さくうなずいた。彼女に、少しお話をしてもよろしいでしょうか。社長は、すぐに答えた。もちろんです。すぐにお呼びいたします。秘書に内線が入る。小林さんを会議室へ。受話器を置く。数分間の沈黙。誰も何も言わない。ただ、待つ。時計の秒針の音だけが響く。カチ、カチ、カチ。やがて、ノックの音がした。コンコン。失礼します。ドアが開き、あゆみが緊張した面持ちで入ってきた。小さな体。控えめな黒いスーツ。髪を後ろで一つに結んでいる。部屋の空気の重さに、息を飲んだ。社長、専務、佐藤。そして、会長を見た瞬間、あゆみの目が大きく見開かれた。居酒屋の、小さな声。会長が、穏やかに微笑んだ。昨夜は、不快な思いをさせてしまいましたね。あゆみは、慌てて首を横に振った。いえ、そんな。声が震えている。緊張で、体が硬くなっている。会長が、椅子を指さした。どうぞ、座ってください。でも、構いませんよ。優しい声。あゆみは、恐る恐る椅子に座った。浅く、端の方に。会長も、再び席に着いた。そして、あゆみをまっすぐに見た。小林さん。はい。あなたは悪くない。静かに、しかし断定的に。その言葉に、あゆみの目に涙が浮かんだ。昨夜、あなたも居酒屋にいましたね。あゆみは、小さくうなずいた。はい、先輩と食事をしていて、聞こえてしまいましたね。あの言葉が、あゆみは、唇を噛んだ。涙をこらえようとしている。会長は、続けた。人を見下す者は、いつか自分が見下される。佐藤の方を見る。佐藤は、顔を上げられない。会長は、再びあゆみを見た。しかし、優しい目。君のように耐え、学ぼうとする者には、必ず道が開ける。その言葉に、あゆみの涙がこぼれた。ポロポロと、止められない涙。私は見ていましたよ。会長が続ける。あなたが、どんなに傷ついても、先輩と一緒に、最後まで食事を続けていたこと。背筋を伸ばして、座っていたこと。あゆみは、ハンカチで涙を拭った。努力は、必ず報われます。会長は、名刺入れから一枚の名刺を取り出した。すぐにではないかもしれない。時間がかかるかもしれない。でも、名刺をテーブルに置く。あなたのような人を
この業界は必要としています。あゆみは、名刺を見た。島本達会長の名刺。もし、何か困ったことがあったら、いつでも連絡してください。あゆみは、震える手で名刺を受け取った。ありがとう、ございます。涙声。会長は立ち上がり、佐藤を見た。佐藤は、まだうつむいたままだった。会長が、最後の言葉を放った。言葉は、その人の心を映します。そして言葉は、いつか必ずその人に帰ってくる。佐藤の肩が、震えた。あなたが昨夜放った言葉は、今、あなた自身に返ってきた。会長は、静かに会議室を後にした。ドアが閉まる。カチャ。部屋に残されたのは、重い沈黙だけだった。佐藤の退職願いは、その日のうちに受理された。会社に残された彼の机。引き出しには、まだ私物が入っていた。ボールペン、メモ帳、エナジードリンクの空き缶。誰も、その机に近づかなかった。ただ静かに、彼の存在が消えていった。翌週、業界の取引掲示板に一つの噂が流れた。島本会長の逆鱗に触れた企業がある。具体的な社名は伏せられていた。しかし、業界は狭い。すぐに噂は広まった。言葉の使い方で信用を失ったらしい。社員が会長を侮辱したとか。今後、あの会社との取引は避けた方がいい。それは静かな警告となって、業界中に広がった。佐藤は、転職活動を始めた。履歴昇格。職務経歴昇格。しかし、業界内ではすでに噂が広まっていた。面接に行くたび、必ず聞かれる。前職の退職理由は、佐藤は答えに窮した。一身上の都合で、面接官の目が冷たくなる。島本工業との契約が白紙になった件、ご存知ですか？佐藤は何も言えなかった。どこも門前払いだった。電話をしても、今回は見送らせていただきます。メールを送っても、返信すら来ない。孤立していく。一人、また一人と、友人が離れていく。同僚だった者たちも、連絡をよこさなくなった。携帯電話は、鳴らなくなった。静かな孤独。一方、会社では変化が起きていた。社長が、全社員を集めて話をした。今回の件で、我々は大きな代償を払いました。社員たちは、静かに聞いていた。しかし、この代償から学ばなければなりません。社長は、掲示板に一枚の紙を貼った。そこには、会長の言葉が引用されていた。言葉で人を貶めれば、信頼を失う日が来る。言葉は、その人の心を映す。全社員が、それを読んだ。何かを感じた。自分の言葉は、大丈夫だろうか。誰かを傷つけていないだろうか。そして、もう一枚の紙が貼られた。社員表彰。そこには、小林あゆみの名前があった。努力賞。まだ契約は取れていない。しかし、その姿勢が評価された。諦めずに学び続ける姿勢。お客様に誠実に向き合う姿勢。それが、認められた。あゆみは、表彰状を受け取りながら泣いた。頑張ります。小さな声。しかし、その声には確かな決意があった。かつて佐藤が、営業妨害と呼んだあゆみ。彼女こそが、真の価値を持つ人材だった。忍耐力、学ぶ姿勢、誠実さ。それが、会長の目には見えていた。佐藤の実績は、人を見下すことで得たものだった。数字は良かったかもしれない。しかし、その過程で多くの人を傷つけていた。歩みの未熟さは、成長の可能性だった。今は契約が取れなくても、今は失敗ばかりでも、その先に大きな未来がある。価値観が完全に反転した。本当に大切なものは何か。本当に評価すべきは何か。会社全体がそれを考え始めていた。10年後、秋の午後、柔らかな日差しが島本工業の本社ビルを照らしていた。エントランスには色づいたイチョウの葉が風に舞っている。一人の女性がビルの前に立った。30代半ば、紺色のスーツ、手には革のブリーフケース、自信に満ちた表情。しかし、その目には優しさがあった。受付で名前を告げる。
島本会長にお約束をいただいております。小林あゆみと申します。受付嬢が笑顔で答えた。お待ちしておりました。どうぞ、こちらへ。エレベーターに乗る。最上階のボタンが押される。上昇していく。ピンポーン。扉が開く。秘書が出迎えた。小林様、お久しぶりです。お久しぶりです。廊下を歩く。窓からは街が見渡せる。10年前と変わらない景色。しかし、自分は変わった。あの日からどれだけ歩いてきただろう。会長室の扉の前。ノックする。コンコン。どうぞ。中から穏やかな声。ドアを開ける。広い部屋。窓からの光。そして、椅子から立ち上がる一人の男性。80代になった島本達会長。白髪は増えた。しかし、背筋は変わらず伸びていた。その目には変わらぬ優しさと威厳があった。小林さん、ようこそ。会長が手を差し出す。あゆみは深く頭を下げた。お久しぶりです。握手をする。会長の手は温かかった。どうぞ、座ってください。ソファに座る。秘書がお茶を運んでくる。会長が穏やかに微笑んだ。立派になりましたね。あゆみは少し照れくさそうに笑った。まだまだです。いえ、会長は首を横に振った。業界でも評判ですよ。小林さんの誠実な仕事ぶりは、あゆみの目に涙が浮かんだ。あの日、声が震える。あの日、会長が私にかけてくださった言葉が、涙をこらえる。私を支えてくれました。ハンカチを取り出す。辛い時、何度もあの言葉を思い出しました。必ず道が開けるって。会長は静かに聞いていた。最初の契約が取れたのは、あれから8ヶ月後でした。歩みが続ける。小さな契約でした。でも、お客様が笑顔でありがとうって言ってくださって、その時、初めて自分の仕事に誇りを持てました。会長は、深くうなずいた。君が自分で歩んだ道です。いえ、歩みは首を横に振った。会長が、私に道を照らしてくださったんです。お茶を一口飲む。落ち着きを取り戻す。会長。まっすぐに会長を見る。お願いがあります。はい。私に次の世代を育てる機会をください。会長の目がわずかに見開かれた。会長のように歩みは続けた。人を見る目を持ちたいんです。人の可能性を信じる力を持ちたいんです。そして、かつての私のように悩んでいる若い人たちに希望を与えたいんです。会長は長い沈黙の後、深くうなずいた。君のような人がいるから。声がわずかに震えていた。この業界にはまだ希望がある。歩みは涙を流した。止められない涙。しかし、それは悲しみの涙ではなかった。喜びの涙。感謝の涙。そして、新たな決意の涙。ありがとうございます。会長は立ち上がり、窓の外を見た。街を見下ろす。10年前のあの夜、会長がつぶやいた。私は一人の若者の言葉に深く傷つきました。歩みは静かに聞いていた。しかし同時に、一人の若い女性の姿に希望を見ました。振り向く。歩みを見る。君が、その希望でした。会長室の窓から見える夕日。二人の影が、並んで映っている。会長が、最後の言葉を告げた。言葉で人を貶めれば、信頼を失う日が来る。間を置く。しかし、人を励ます言葉は、窓の外を見る。夕日に染まる街。時を超えて、恩となって帰ってくる。その言葉が、静かに部屋に響いた。歩みは、深くうなずいた。そして、心の中で誓った。自分も、誰かの希望になろう。自分も、誰かを支える言葉を持とう。夕日が、二人を優しく包んでいた。窓の外では、秋の風がイチョウの葉を舞い上げている。一枚、また一枚と、金色に輝く葉が、空へと昇っていく。まるで、新しい物語の始まりを告げるように、静かに、物語は幕を閉じた。カン。